GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。斉藤匠です。自分らしさが詰まった部屋、それは有史以来地球上の至る所を訪れ解明してきた僕らにとって最後に残されたフロンティアなのかもしれません。 GQ タイニールームユニバース、心躍る旅へと出かけましょう。デュエットしてんすか？愛のセレナーデ。80年代のこのクリエイティブなところに関して非常に振り切っているな。直接自分が体験しないけれどもノスタルジーやっぱ感じるんですよね。こちらですね、みんなのって書いてあるんで、これみんなの場所ってことですかね。早速失礼します。お邪魔します。おお、もう個性的な世界観ですね。これやけにこう河合さんですかね、ポスターは目立ちますが、安永周平さん、あ、空手協会初段ですね。奥の方に行きたいと思います。おお、すごい。天井までなんだろうな。でもこれなんていう空間なんだこれは。すごっ。へえ、面白い部屋ですね。なんだろう、こうゲームが多いのかな。マザー2とか任天堂、ああ呉服性、すげえ。でも河合直子さんの出現率が半端じゃないですね。河合直子さんで形成されてるんだと思うんですよ。価値観とか倫理観とか好みの人とか物とか文化が。ちょっと待って、ジャッキー・チェンと河合直子さんのデュエットしてんすか？愛のセレナーデ、知らなかったですよ。へえ、自分をすごくしっかり持ってらっしゃいますよね。これが好きだっていうことが明確なので、この部屋が住人の方の心の中、頭の中だとしたらば、とってもこう自己が確立している人なんじゃないかなと。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、お邪魔してます。住人の安永周平と申します。よろしくお願いします。お邪魔してます。この部屋でもすごすぎますね。ありがとうございます。まさにこう下北沢って、はい、このイメージなんですよ。下北沢をある意味凝縮したらそれは周平さんの部屋になるんじゃないかっていうぐらい。もう非常に嬉しいお言葉ですね。気づいちゃったんですけど、この、はい、ゆうゆのクイズで55だったり、はい、まあこのねスピードの、そうですね。これめっちゃレアじゃないですか、多分。これをね、なんかね、リサイクルショップで見つけられたんですけど、そうですか。なんかすごくラッキーで、見る人が見たらもうお宝の山なんじゃないでしょうか。そうかもしれないですね。基本的には自分の好きなものをたくさん集めているっていうのもあるし、ちょっとこういうテイストの部屋にしたいなみたいな、トーン&マナーみたいなところもなんか揃えてるというような、ちょっとヴィンテージ感みたいなのもあって。トーン&マナー。周平さんはご職業は何をされてるんですか？今は広告代理店で働きながらおしゃれで、こういったレトロカルチャーをこう広げたりだとか、なるほど。まあなんか実際自分でも音楽活動みたいな、ちょっと表現活動みたいなのを通じて何かしらこうアウトプットしたいみたいなことをしております。自宅っていう場所の解釈として、僕もう結構本当どんどんなんかシストになってったんですよ。このコロナ禍もあって、なんか情報が本当に極端に少ない方がいいかなと思ってたんですけど、その逆に自宅でさらにインプットするっていう、充電していくっていう感じなんですね。そうですね。まずなんか自宅として、なんか自分の気分を上げたいなっていうのが第一にあったんですね。で、自分の気分が上がる空間ってなんだろうっていうようなところを考えて、でさらに今やっぱり物を持たないみたいな時代って結構今
大きいちょっとムーブメントみたいなのになってると思うんですけど、僕はあえてその中でいろいろ所有をしたいなと思ってて、なんか所有をして初めて気づくこととか刺激になることみたいなのがあるのかなっていうところで、もうできるだけ好きなものを囲まれてっていう今の2つの理由があるかと思います。この辺りっていうのはどういうものが多いですか？古着が基本多いんですけれども、何かしらこの背景に情報があるというか、物語がある。そうですね。これまずイチローですね。これはブルーウェーブの時代ですね。ブルーウェーブ時代なんだ。日産の時代の T シャツ自体は多分アメリカのもので、このサイズでってあんまなくて。なんですかこのデザインとか。このデザインがね非常に妙ですよね。妙ですよね。何を表現してるのか。時代のなんかその時代のスキージャケットとかにありそうな、なんかその時代感が、例えばこれとかこれフォルダー5時代の満島ひかりさんの T シャツとかこんなの。あ、それ激アツですね。そうですね。こうなんかここに一応フォルダー5と書いてあってっていうような、まあちょっとこれ実はそうなんだよっていうような話ができるとちょっと面白かったりだとか。面白。こちら。なるほど。河合直子さん。河合直子さんですね。80年代なんですか？そうですね。でやっぱりなんか80年代のアイドルって、まあ個人的にすごく魅力的だなと思って、それは音楽の面でも、なんかまあそのルックスだとかプロデュースのされ方の面でも面白いなと思っていて、で河合直子さんに関しては、もうシンプルに、好きなんですよ。顔が見た目が多感な時期にこの人って思った対象ってことですか？多感な時期にはまだ全然出会ってなくて、もともとは割とずっと音楽やっていて、そんな中80年代のアイドルソングってよくできてるなと面白いなって思うところがあって、そこから出会ったんですね。そうですね。そこで最初は音楽いいなと思ってたのが、なんとなくルックビジュアルとしても非常に魅力的だなと思ったっていうのがあるのと、もう一つキョンキョンに関して、小泉京子さんに関してはなんか彼女ってアイドルでありながらも、結構こう反骨精神というか、すごくロックな側面がありますよねっていうところがやっぱりなんかしびれるなというところ。例えばここにあるコイズミックスっていう、まあかなりアーティスティックにアイドルど真ん中からかなりアーティスティックにこう変わった時代のもの作品っていうところもなんかそういうのってアートとしてかっこいいなと。その時って今ほどみんなのこのなんだろう関心だとかエンタメが多様化していないというか、もうメインストリームで王道がやっぱりあったので、やっぱりそこにかける本腰入れるというか、かける思いはもう熱いものがあったんじゃないのかなと思いますね。細分化されてないからこそ注力できたっていう文化ですよね。これやっぱりね、無視できないんですよね。なるほど。これなんてもうね、河合直子さんとジャッキー・チェン、ジャッキー・チェン僕もすごく好きなので、もうやっぱりこの時代の香港映画っていうのは非常に勢いがあって、これちょっとだけ聞くことってできます？もちろんできますよ。ちょっと、これ流させて。これはちょっと激アツですね。もういいな、最高だな。スナックとかでね、これ原曲知ってる人どれだけいるのかって話ですけど、そうか、今のねお届けできないんですね。結構創作活動、音楽を作ったりっていう時に、そのこういうかつてのムーブメントとかカルチャーって結構参考にされたりします？なりますね。そのレトロな音楽も聴いて、実際にそれを自分の曲のエッセンスとして落とし込んでるところあります。それってちょっと聞かせていただいてもいいですか？もちろん。一応これどんな曲かっていい？これ歌ってるのも？僕歌ってます。これってなんかチェッカーズとか、そのラッツ&スターみたいなところでよく使われたコード進行っていうところをうまく使って、まあそれって元をたどればアメリカンオールディーズみたいなところがあって、80年代でポップスで多用されたのをちょっと今っぽく自分で作り変えたみたいなことをして。
ちょっとじゃああと1曲だけちょっと、はい、これ90年代の後半になんかユーロビートというかバブルガムダンスっていうようなジャンルなんですけど、そのからインスパイアを受けてなんか自分でスーパー銭湯がそれあと個人的にすごい好きで、スパ銭に行きたいよっていう内容をそのジャンルに乗せて作ったみたいなこのちょっとダサ懐かしいかっこいいみたいな感じ。なぜ90年生まれの周平さんがこの80年代に今なお魅了され続け、さらにその次世代にその魅力を伝えようとしてる、まあなんか補完してるように見えるんですよね。いい意味で。はいはい。まず僕がこう関心を持ったのは、90年生まれで、まあ本当に幼い頃は、まあ、90年代初頭というか、まあなんかその時の記憶っていうのは少なからずあって、直接自分が体験しないけれども、ノスタルジーやっぱ感じるんですね。あ、こういうの確かにおばあちゃん家とかにあったなみたいな。僕81年生まれなんですけど、確かに自分が生まれる前の70年代のカルチャーとか、僕は70年代の映画がにその大人になってから見せられていくんですよ。その知らない時代だけど匂いはちょっとなんか心当たりあるなっていうものにノスタルジーを感じるのは確かにおっしゃる通りだなと。今のお話ですごい自分もすごい確信できたところもあってなんか良かったです。なんかあと80年代のこのクリエイティブコンテンツだとかそのデザインだとか、そのクリエイティブなところに関して非常に振り切っているなってまず思うんですね。それがどういうことかというと、例えばあそこにあるパワーグローブってこうファミコンのこう周辺機器なんですね。言って所詮ファミコンのスペックなんですよ。なんだけどあれだけ見るともう本当にスター・ウォーズみたいなすごく SF の世界観みたいなところ、スペックが追いついてないけど、そういった表現で高揚させてあげるみたいなところが非常にちょっと 80s の魅力だなと思っていて。なるほど。こうやってミックスする、西洋の文化と日本の文化を混ぜるっていう能力がアレンジの美みたいなのあるじゃないですか。そうです。日本は本当にそれがうまいなっていうところがあります。そうですよね。80年代特にそれは盛んだったかなと思ってて、テクノポップもちょっと海外ではもう本当にバリバリの電子音っていうところをイエローマジックオーケストラとかがなんかちょっと和のテイストを加えたりだとか、ロックンロールみたいなのもちょっとコミカルな横浜銀梅さんとかコミカルにやったりみたいなとか、そういうミックスがすごく盛んだなと確かに思って、それも面白い魅力です。そうですね。それはそれでなんか真似をしたとか影響を受けたっていうよりは、それはそれで一つのジャンルにしてしまってましたもんね。そうですね。だから今その周平さんがやってらっしゃるその若い世代の人に、この年代の日本のカルチャーを伝える、その物語含めて、ってことはもしかしたらなんかメイドインジャパンの何かカルチャーのすごくコアな部分がそこに詰まってるっていうことをね、今伝承されようとしてるのかな。まあ80年代の人じゃない人からそれを聞くのはどうなのかみたいな。いやそれがまたいいと思いますよ。ありがとうございます。最初にこの部屋に入った違和感から今やもう居心地の良さを感じてます。僕が印象的だったのは、好きなものを集めるっていうこと以上にインプットできる空間を自宅にしているっていう安永さんのこの宇宙を、この小宇宙をどういう意味合いにするかっていうところが、なんか休息の地って何もない方がいいのかなって勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくて好きなもの、そして自分の明日にこれからの創作につながる空間にあえてすることで、安永さんのサイクル、クリエイティブのサイクルが生まれてるんだなっていうことはとっても勉強になりました。ちょっとジャッキー・チェンと河合直子さんの歌をね、権利上かけられないのがちょっと残念ですけど、皆さんぜひですね、いい曲だったんで探して聴いてみてください。あなたの小宇宙はどんな宇宙なんでしょうか。また次回お楽しみに。空手初段がやっぱ効いてくるんだよな。絶対喧嘩したくないもんね。